読書会って楽しいんですけど、なんか話が盛り上がらなかったり、一人の人ばっかり話しちゃったり、みたいな経験ありませんか？この解説では、そんなお悩みを解決して、参加した人みんなが楽しかったって思えるような読書会にするための、すぐに使える実践的なコツを紹介していきますね。今回はこの5つのステップで見ていきます。まずは土台になる基本原則、それから具体的な進め方、そして議論をもっと面白くするテクニック。後半では読書会でよくある課題への対処法とか、気持ちよく会を終えるための締め方まで全部お話しします。はい。では早速、セクション1ですね。まずは、成功する読書会の土台ともいえる、ファシリテーションの基本原則から見ていきましょう。ここをしっかり押さえておくだけで、議論の質がぐっと上がりますからね。まず、進行役、つまり、ファシリテーターっていうのは、自分が主役でプレゼンをする人じゃないんですよね。どっちかというと、交通整理をする人みたいなイメージです。いろんな意見がスムーズに行き交うように、うまく道を整えて、話の流れを作ってあげるのが役割なんです。次に大事なのが、この読書会ってどこを目指すのかっていう、目的地の設定ですね。本格的な文学分析をしたいのか、それともお茶でも飲みながら気軽におしゃべりしたいのか、これを最初にみんなで共有しておかないと、あれ？なんか思ってたのと違うなっていうすれ違いが生まれちゃうんです。読書会の醍醐味って、やっぱり自分とは違う視点に出会えることなんですよね。だから、全員が同じ結論にならなくたっていいんです。へえ、そんな読み方もあるんだっていう、その発見自体を楽しむ場だと考えましょう。そうすることで、誰もが安心して自分の意見を言えるようになります。つい、この本好きだなとか、ちょっと苦手だったとか言いたくなっちゃうんですけど、そこからもう一歩だけ踏み込んでみましょう。好きじゃなくて、どの部分に心を動かされたのか。嫌いじゃなくて、どのキャラクターの行動にもやっとしたのか。こんな風に自分の体験として話すことで会話ってぐっと深まるんですよ。セクション2では具体的な進行アジェンダを見ていきます。毎回ある程度決まった流れがあると参加する側も安心できますし、何より一番大事な話す時間をしっかり守れるんです。これがどんな読書会にも応用できる、いわば黄金の5ステップです。まず雑談でウォーミングアップする交流時間。そこから全員が最初の感想を言うオープニングに入ってメインのガイド付きディスカッションで深く掘り下げる。そして最後に要約して事務連絡で次につなげる。この流れを意識するだけで会がぐっと引き締まりますよ。さあ、セクション3です。せっかくの読書会がただのあらすじ確認会で終わっちゃうのってちょっともったいないじゃないですか。ここでは議論をさらに面白く深くするためのプロのテクニックをいくつかご紹介します。その中でも特に強力なのがこのクローズリーディングです。これなんか難しそうに聞こえるかもしれないですけど、要はすごくシンプルで、なんとなくじゃなくて、本文のここにこう書いてあるから私はこう感じたんです。っていう風にちゃんと根拠を持って話しましょうっていうことなんです。例えば、こんな風に聞いてみるのが効果的ですね。この中で一番グッときた一文ってどこですか？ちょっと声に出して読んでみませんか？とか、この主人公の気持ちが一番現れているなって感じたセリフはどれでしょう？こうすると感想がふわふわしなくて、全員が同じテキストを土台に話せるようになります。もう一つの有効なテクニックがクリティカルシーン。つまり物語が大きく動いた重要な場面にギュッと絞って話すことです。本全体についてぼんやり話すよりも、たった一つの場面に焦点を当てることで、かえって深い話ができたりするんですよ。例えば、こんな質問はどうでしょう。この物語の結末、もし自分が作者だったらどう変えますか？とか、もし主人公があの場面で別の選択をしていたら、物語はどうなっていたと思いますか？はい、いいえで終わらない、想像力が刺激されるような問いかけが、思わぬ面白い意見を引き出すきっかけになったりします。さて、セクション4はグループダイナミクスの管理についてです。どんなに良い会でも人が集まる以上、ちょっとした課題っていうのはつきものですよね。ここではよくある困ったへの具体的な対処法を見ていきましょう。まずこれ、本当によくありますよね。特定の人がずーっと話しちゃうケース。悪気はないのかもしれないんですけど、他の人がちょっと話しにくくなっちゃいます。
でも大丈夫です。ちゃんとスマートは対処法があります。はい、ここに3つの解決策があります。例えば最初に、じゃあ1人1分で感想を言っていきましょうみたいに時間を区切る方法。あるいは進行役が、〇〇さんの意見もぜひ聞いてみたいですね。と優しく話を振るのもいい手です。会話最後に全員が話せる時間をちゃんと作るのも公平な感じがしてとても効果的ですよ。次にこれもよくある問題ですね。忙しくて本全部読めませんでしたっていう方、どうしても出てきます。そんな時に気まずい雰囲気にならないように、あらかじめグループでルールを決めておくのがすごく大事です。大事なのは、プレッシャーをかけないっていうルールです。まず、読み終えていなくても参加を歓迎する雰囲気を作りましょう。そして、ネタバレはありで進めますねという方針をはっきりさせておく。読めなかった人も、読んだところまでの感想を話してもらうだけで十分議論に参加できるんです。さあ、いよいよ最後のセクション5、締めと次のステップです。終わり方がビシッと決まると、その日の満足度もぐっと上がりますし、次にもつながりやすいんですよね。効果的な締めくくり方を見ていきましょう。締めくくりは、この3ステップを意識するだけで大丈夫です。まず、進行役が、今日はこんな話が出ましたねと軽く要約する。次に、参加者一人一人に、では最後に一言で感想をどうぞと話を振る。そして最後に、次回の本や日程といった次のステップをしっかり確認する。この流れで、会はすっきりと気持ちよく終わることができます。一人で本を読む時間って、本当に素晴らしいものですよね。でも、上手な進行があると、その一人一人の体験がみんなで分かち合う共有体験に変わっていくんです。それは本との出会いだけじゃなくて、人との新しい出会いにもつながります。効果的な進行っていうのは、ただの読書を人と人をつなぐ豊かな時間に変える、そんな魔法なのかもしれませんね。